また会えましたね。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむぎむです。今日は6月23日火曜日です。5月30日から始まった早々のフリーレンのイベントの特需も落ち着き、パークは7月のサマーシーズンに向けた準備で大忙しです。今年の6月は珍しくザ・梅雨という感じで雨がじゃんじゃん降り、パークでは行き控えが少し起きている印象もあります。ということで今回の動画では混雑度とパークの変化だとかをメインに紹介します。ただいまの時刻は9時05分。今日も京都テクッソ遠い保安検査場に向かいます。入場ゲートの方を見るとかなり混んでいるのがわかります。一番長い列とかだと10分くらいかかりそうですね。急ぎましょう。朝の保安検査場の様子はこんな感じです。あれ、こっちはガラガラっすね。ということはもう入場作業は大体完了しているようです。経験論から言うとおそらく今日は任天堂エリア以外は空いているという日になりそうです。エントランスにいる群衆の非常に多くが任天堂エリア目当ての遠方客という感じです。そうなると任天堂エリアに興味の薄い地元ゲストとしては天国な日となります。まあ私は動画で混雑具合を紹介する義務があるのでいやいや任天堂エリアにも立ち寄るわけですが。では入場ゲートに並びます。USJ の入場ゲートには左右があり、手前の列、つまり右側ゲートの方が混みやすい傾向にあるんですね。ほぼ例外なく右は混んでます。手前にあるからここに人が集まるんでしょうね。なぜそこまで顕著に違いが出るのかは不思議ですが、案の定今日も左の列はめちゃくちゃ短いです。いつも私は右側で並んでる人を見ながら、容量が悪くて仕事できなさそうと冷笑することで、己の惨めな人生に少しでも彩りを与えようとしてます。9時15分インパしました。10分でサクッとインパできましたね。この日の実際の開園時間は9時。公式の開園時間も9時なので、フライングはしていません。さて、整理券ですが、任天堂はなんと配布していません。おう、今日もか。任天堂の整理券は、だいたい開園から30分ほどで配布スタートします。なので、今も配っていないということは、今日は配布しないかもしれません。先に、エントランス付近の工事を2つ紹介。まず1つがこちら。右側のロッカー前にあるトイレですが、少し前からずっと工事をしてます。あそこのトイレって小さいですし、あんまり綺麗でもなかったですよね。なので、大きく広々とした綺麗なトイレになってほしいものですが、さてどうなるやら。そして、お次はステージ18前。以前から当チャンネルでもたびたび紹介していた謎の円形型の公園ですが、ついに完成していました。早速見に行きましょう。はいどーん。これは何でしょうね。円形型の公園としか言いようがありません。もう見たままのものです。ただじっくり観察すると、芝生に向かって小さな階段があり、芝生には熱がこもらないようチップもばらまかれています。つまりここは明確にゲストがくつろぐ場所として設置されたもののようです。いや、それにしても小さいですが。なので勝手な予想ですが、これは盲導犬を含めあらゆるゲストがちょっとくつろげるスペースというものじゃないでしょうか。正直、それ以上の意味はないような気もします。デロリアンは相変わらずかっこいいっすね。こっちのブルースモービルは今後は活用する予定とかあるんですかね。ここ最近 USJ の公式 SNS がこれらの投稿を頻繁にしてるので、まるで担当者が変わったのかと思うほどです。ただ、深い意味はないのかもしれませんが、今だけ限定と書かれているので、本当に今だけなのかもしれません。さて、最近のパークの混雑度ですが、全体的に任天堂エリア以外は空いているなぁという印象です。今年の6月は適度に雨が降り、典型的な梅雨というシーズンでした。例年みたいに6月なのに灼熱地獄ということはなかったですね。ただ、雨というのはどうしても人は避けたがるので、それで空いているような印象もあります。実際来てみると曇り空でただ過ごしやすい日も多いですが、天気予報では基本的に雨としか紹介されませんからね。昔からあるアトラクションなどは30分や40分待ちとなっています。今日は天気がどうだろうが訪問予定だった遠方客が多いせいか、外国人の比率が圧倒的に多く感じます。しかもアジア人とかではなく、もっと遠い国から来られたゲストの人口が相対的に多く感じます。そして遠方ゲストの目当てはやはり任天堂エリア。ここだけは全然空いておらず、可愛げのかけらもありません。ドンキーコングは200分待ちを叩き出す大盛況の日まで出てきました。大盛況というよりもはや地獄です。雨が降ると当然運休するアトラクションなので、そういう焦りもあっての特殊かもしれません。本音、よほど任天堂が好きとかじゃない限り、地元民はちょっと近寄るのは抵抗があるくらいに混んでいます。子守でいやいや付き合わされる親御さんはさぞ大変でしょう。あ、そうだ、フリーレンの整理券見るの忘れてましたね。9時35分時点でのフリーレンの整理券は最速で10時45分でした。初日の大混乱も嘘のようです。やっぱり初日と土曜日がバッティングしたのがあの大混乱の原因だと思うんすよね。あと、そこまで大衆受けする内容じゃない点も大きいですが。では、出始めにエントランスに近いアトラクションの待ち時間を見てみましょう。9時40分時点でのジェットライトの待ち時間は20分です。20分だとこりゃ乗れと言ってるようなもんっすよ。では、シングルライダーはやってないので通常列で並びましょう。
シングルライダーが実施していない時のぼっち乗車の醍醐味は何と言っても隣に誰も座らない点ですね。たとえぼっちが偶然2人続いたとしても分けて乗せてくれます。アーシは普段シングルライダーの相席を嫌がる人について難色示してますが、普通に考えて赤の他人と一緒に座りたくなんてないですもんね。Q ラインは全然人がおらず、列もサクサク進みます。ということで乗ってきました。いや、やっぱり隣に誰も座ってないとテンションも上がりますよね。では、引き続きパークを回ります。スタジオスターズレストランの工事は相変わらず終わっていません。おそらく店舗の拡張工事と思われ、内部ではかなり土を掘り返しています。そして気になるのがこちら。ムービングライトだとかが設置されています。何かショーにでも使うんでしょうが、用途は謎です。夏のイベントとかでしょうか？このステージ22前では、サマーナイトストリートアクションというイベントが催される予定で、おそらくそれ関連じゃないかなと思います。今年の夏はパークの各地でアトモスが開催される予定で、どこを向いても何かのイベントをやっているという状況になりそうです。ではパークを回っていきましょう。欅ロードではさらに手が加えられていました。道路をよく見ると溝が一直線に並んでいます。夏になると熱中症対策として地面からミストが出るそうです。ここの道路工事は完了後は不自然なほど真っ黒でしたが、たった一夜にしてまるで数年前からあったような風合いになりました。既存の道路と比較してもどこが工事した箇所なのかわからないほどです。よく見ると白い素材を使って自然な風合いにしてるんすね。地面には道路表示も書き足されました。ウッディのパーキングエリアは引き続き残されています。それにしても皆さんはフリーレンのストーリーウォークはもう体験されましたか？あれはどうなんでしょうね。個人的には微妙でしたけども、まあ別に派手さはいらないんですが、例えば劇中に出てくるアイテムだとかの再現がもっとあってもよかった気はします。ただ、それより気になるのはこのストーリーウォークなるアトラクションが今後常設になると USJ は豪語してる点ですね。あれってそんな今後も続けるようなもんなんでしょうか？おそらく USJ 的にはクールジャパンのメンツの一つは必ず展示物というテンプレを作りたいのだと思うんですけど、花から形式が確約されてるのもそれはそれでね。まあテーマは変えるらしいので今後化ける可能性もありますけども、現状は本当にアニメのダイジェストを見てるだけみたいなところはあります。お、フィリックスくんやんけ。何気にこの子日本にしかいないんすよね。日本での知名度向上のためにやってきましたが、皮肉にも日本でしか会えないキャラです。ではハリドリの様子も見に行きますが、その前にイッツソーフラッフィーの様子を紹介します。閉店したイッツソーフラッフィー。併設するスタジオスタイルも巻き添えで閉店してます。大きな進展はないのですが、エントランスにあるランタンのデザインが従来のに戻されました。これは非常に落ち着いたデザインに修正されましたが、そうなるとド派手な外観だとかにはならないのでしょうか。ではハリドリの様子です。10時15分時点でのハリドリの待ち時間は、バックドロップが65分、フォワードは55分でした。それにしても、ハリドリって今はストーリーライトだらけですね。いわゆる音声だけで物語を演出する簡易的なアトラクションです。ハリドリのトラックは5つしかありませんが、そのうち3つがストーリーライド。トラック2は名探偵コナン、トラック3は早々のフリーレン、そしてトラック4は呪術廻戦。もはや洋楽など一つたりともないのであります。ちなみにアーシはストーリーライドが基本的に嫌いです。いや、なんというか全然聞こえないので楽しいと思ったことないんすよね。言われてみれば音楽って歌詞を真剣に聞くってことはあまりないですが、ストーリーライドの場合それが求められるので。では、ワンダーランドでも少し変化があったみたいなので向かいます。5月10日をもってセサミエリアがクローズしましたが、今はどうなってるでしょうね。はい、まず、エントランスはこんな感じ。エルモが描かれていたガーデンアートは、チャーリー・ブラウンに置き換えられました。まあ真ん中だけ欠けてるのバランス悪いですからね。それにしても、キティ、チャーリー、スヌーピーという並びは、なんだかバランス悪いっすね。モニュメントは撤去されたままです。しかし、後日、こちらも、先ほどの3体に差し替えられたそうです。くそー、もっと遅く来ればよかった。いずれにせよ、エルモは権利的に使えないみたいですね。ただ、別に、セサミストリートのキャラって USJ のパーク全体で扱ってるので、ここまで律儀に証拠隠滅を図るのも意外ですけどね。スパイダーマンの場合は、権利的な問題が重いせいで、爆速で撤去されましたが、てかスパイダーマンの最終日って、ライドフォトの受け渡しが営業時間に間に合わす、閉園後にもしばらくゲストが残っていたそうです。そのゲストの話だと、閉園になった途端、爆速でクレーン車がやってきて、客の目の前で解体作業を始めたとのことだったので、本当に1秒でも残すとダメという感じだったのでしょう。いずれにせよ、ワンダーランドにセサミの痕跡は一切残っていません。と言いたいところですが、普通にショップでグッズとか売ってるんですよね。線引きが謎です。はい、以前はセサミストリートの世界があった場所は完全に万能板で覆われて立ち入りはできないようになっています。ちょっと壁の高さが増しましたよね。USJ にベルリンの壁が白炭しました。よく見るとライトなどもついており、この壁が当面の間残ることを示唆しています。
ちなみに、この壁の絵が次のエリアの伏線なのだという説を唱えている人がいましたが、隣接するショップの外観に合わせただけだと思います。ところで、ちょっと興味深い質問を以前にもらいまして、今ってアトラクションの整理券関連のページが全て統合されてるんですよね。昔みたいに予約乗りといい整理券は別みたいな考えはなくなりました。ここで重要なのが予約乗りって複数の整理券は取得できなかったですよね。そうすると仮にフリーレンのストーリーウォークの整理券を取った場合、予約乗りの整理券は重複という扱いにならないのかという疑問が生まれるわけで、結論から言うとそれは重複扱いにならないです。なのでフリーレンの整理券とスヌーピーの整理券の2つは同時に取得可能です。整理券の種類が違うから可能なわけなんですね。でも、同じページに統合された以上、区分の違いなんて素人目にはわからないわけで、いずれにせよ、フリーレンとスヌーピー、どっち取るみたいな取捨選択は不要です。USJ 情報局 LCA Studios USJ Kanji 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 I don't know LCA Studios では続いては、ハリーポッターエリアに向かいます。このエリアは今日も賑わっていますが、まあ特筆するほどでもないですね。先日から続いているフクロウ小屋の工事も特に変化はないです。いやいやいや、USJ 工事エリア多すぎやろ。それにしても驚くのがこの外国人の多さです。肌感多分半数は外国人に感じます。しかも明確に日本から遠い国の方々です。今日のハリポタエリアのほとんどは外国人ゲストが支えてると言っても過言ではない気もします。とりあえずアトラクションの混雑度を見に行きましょう。今日も周りは外国人だらけですね。ハリポタエリアってかれこれ11年もありますんで、地元民で溢れ返るってことは肌感あまりないんです。来場客の多くは他県民だと思います。なので今日も観光客の割合は多いでしょうね。それでも混雑はしてないようで、アトラクションの待ち時間は10時40分時点でフォービドゥンジャーニーが30分、ヒッポグリフが60分でした。エリアではサマーシーズンを見据えてフローズンフルーツも売られていました。近く花瓶のアーシは食べれません。ホグワーツ特急の前では車掌さんが活動できるのか確認するために気温を測っていました。いよいよ夏って感じですね。では、アミティの様子も覗きましょう。先日から続くジオラマの展示やシネマナイトで映画を見たことも相まってアトラクションに乗りたいところですが、あいにく6月23日までリハブなんですよね。くそ、やっぱり日をずらすべきでした。体験された人のレポートによるとギミックは故障だらけらしいです。失礼を承知で言うのですが、メンテナンスって故障を直したりはしないんすかね。あ、ジョーズさん、今日もかわいいちっちゃいちなみに、翌日の6月24日には入れ替わりでジュラシックパークザライドが運休になります。このジョーズとジュラシックパークは両方休止してはいけないという決まりがあって、いつも時期をずらすんですよね。ジュラシックパークは以前大規模改修をしたことがありますが、あの時はジョーズが休止すると、その法則が破られるという例外的な年でした。では11時、そろそろ任天堂エリアに向かいます。今日は結局、整理券配布しなかったですね。自由に入場できるのは実に便利でストレスフリーです。アーシは整理券を確認する際にヒューウィングを打って叫ぶ茶番が大嫌いなので、それをせずに済む点でも嬉しいです。エントランスは賑わっていますが、ベビーカーの量は少し少ないでしょうか。では、エリアの様子を覗いてみましょう。中はかなり混んでいます。というか、任天堂エリアはいつもずっと同じくらい混んでいます。ここで誤解してはいけないのは、別に整理券配布の有無は混雑度と特に関係はないという点です。いや、原則として影響はしてるんでしょうが、結果的にその恩恵を感じにくいというか、今日は整理券もないし、エリア内も少し空いてるね、なんて日は存在しません。不思議っすよね。おそらくですが、今日のパークは空いてはいるんだと思います。台風の影響をもろ受けてますし。ただ、任天堂エリアって非常に人気ですし、ゲストの大半がここに来るために大阪に来たと言っても過言ではありません。動画のためにいやいや訪れてる偏屈なんてアーシくらいでしょう。なので、エリアの滞在時間は非常に長いし、キャパいっぱいまでゲストがいる場合、さほど興味のないゲストは今日はいらないやってなるわけです。結果的に、任天堂エリアの混雑度は整理券対応だろうが違うだろうが、おおむね一定に収まるような気はします。なので今日も大した恩恵を浴びることなく散策しています。では、そんな今日の待ち時間を見てみましょう。11時05分時点での待ち時間はマリオカートが110分、ヨッシーアドベンチャーは100分でした。あくまで肌感の話ですが、雨が降ってない日でマリオカートが80分、ヨッシーが60分台とかなら今日は空いてるかなって印象はありますけどね。今日はそんなこともないので通常通りって感じです。それでももっと混んでいる日は歩くのすら大変ですけどね。キノピオカフェは予約案内が一時中断していました。逆にいつ来たら予約取れるん？ USJ 情報局なんて歌いながら裏技を教えられないのはかたじけないですが、キノピオカフェは正直攻略が難しいですよね。最初の配布時間がだいたい9時ということしか分かっておらず、第2弾、第3弾の配布がいつなのかは不明です。
一応クルーにも確認しましたが、配布時間みたいなものは朝一を除いて存在しないそうです。もう適当なさじ加減で整理券は配ってるらしいので、メンヘラ女みたいにスマホとにらめっこするしか方法はないみたいですね。手首バーコードお姉さんはぜひとも得意技で依存先のアシストをしてあげてください。では、ドンキーコングエリアはどうなってるでしょうね。ここはいつもすごい人でキャパオーバーって印象です。最近はゲスコンが上手くなってきたのか、朝一以外で列がエリア外にまで伸びるっていう日はあまり見かけなくなりましたね。以前はエリアにいるゲストの大半が Q ラインに収まりきれず溢れた連中って感じでしたけど。さて待ち時間は260分でした。260分？何の修行ですかそれは。ほんと可愛げないよなお前。米国だと40分で乗れるようなアトラクションなんですけどね。米国はアクセスが面倒なものの、パーク内は快適なリゾート型。USJ は都市部にあるためアクセスが便利なものの、パーク内は地獄絵図っていう印象は常にあります。これはディズニーも同じですね。ではのんびりダラダラジュラシックパークエリアを回りましょう。前回動画でお伝えした通り、ロストワールドレストランでは早々のフリーレンのコラボが5月30日から始動しています。初日に行った時はえげつない混雑でしたが、その勢いは出し切ったかのようにすっかりしぼんで賢者タイムに突入していました。以前はエントランスから溢れていた行列も今日は特になし。少なくとも前みたいに人が多すぎてオーダーが追いつかないみたいな状態ではないようです。では、アトラクションの待ち時間を見てみましょう。11時35分時点での待ち時間はジュラパが40分、ゴマスリクソバードは35分待ちでした。では、今日は少し確認したいことがあるので、ゴマちゃんに乗りに行きましょう。このアトラクションも、なんだかんだ、今年で10周年なんすよね。エリアに絶大な活気をもたらした反面、多くの映画要素をエリアから奪いました。映画ファンであればあるほど嫌いになる不思議なアトラクションです。そもそも映画要素全然ないですしね。先に断ると、ジェットコースターというのは製品なんですよね。メーカーがそれを販売し、遊園地がこれを買う。日本だと長島スパーランドに同様のコースターがありますが、要するに手を加えるべき演出の一切を USJ は完全に怠ったわけです。なので、これをジュラシックパークがテーマですと言われても、本音、買ってきたコースターを設置しただけだろうという印象が強いんですね。このアトラクションの魅力の10割はコースター部分というわけです。はい、めっちゃくちりましたが、Q ラインに到着。前回のリハブから新しく設置された設備があります。それがこの巨大ファンです。もう大量に設置されています。それで、そこよりももっと重要なのはこれ。よく見ると何か張り紙があります。なんと、ミスター DNA が描かれているんすね。嘘だろ、おい。このアトラクション開業10年目にして初めての映画要素と言っても過言ではありません。ビークルの先頭のプテラノドン。あんな死後硬直した巨大フィギュアなんて映画要素にカウントするほどでもないっすよ。とにかく、ミスター DNA を USJ で拝むことができたのは嬉しいです。しかし、これはあくまで扇風機は動いてませんという張り紙なので、扇風機が稼働するようになるとお役御免ですかね。今だけ見れる体験です。ミスター DNA はQビデオだとかでもっと活用してほしいですけどね。なんでコスタリカって設定なのに日本人なんぞ出演させてるのか不明ですが。では12時15分体験し終わりました。40分も経ってますが、これは足がダラダラ扇風機の写真を撮っていたせいですので、ご心配なく。羽橋では最近何の意味があるのかわからない囲いが設置されました。なんでしょうねこれ。それではそろそろ帰りましょう。サンフランシスコエリアは活気がないわけではないですが、アトラクションは一つもなくて寂しいですね。実は本家オーランドもワイルドスピードをテーマにしたコミライドがなくなるため、同様に空き地になります。このアトラクションは関係者にすら後悔してると公で言われてしまうほどひどい出来でした。オーランドではかつての噂でバックトゥーザフューチャーのエリアにしたらどうだなんて話も出てますけどね。もしその案が採用されるなら USJ でもぜひやってほしいくらいです。ミニオンブラスト？そんなもんどうなろうと知らんよ。それにしてもデリシャスミーの工事はほんと長いですね。レンガ造りの建物は、総じて改修に時間がかかるとはいえ、ちょっと長すぎます。ニューヨークエリアもほとんどの建物が囲われています。ルイズは6月13日からリニューアルオープンしました。ちょっと中を覗いてみましょう。例によってセルフレジを設置するための工事だったみたいですね。USJ のほぼ全てのレストランがセルフレジになりますね。ゴッドファーザーの時代にセルフレジがあったのかなんていう野暮な質問はしないでおきましょう。ニューヨークエリアの工事ももはや何も紹介することがないくらいずっと進展なしです。以前の動画で紹介したようにティファニーのファサードのカラーリングが黒とグレーに変わったことだけは判明してるんですけどね。建物は流用するものの色は全て変えるみたいです。元のニューヨークエリアに愛着があるだけに残念。裏路地にあるここは一見すると変化がないように見えますが、もともとスロープだった床を平らにする工事が以前行われました。多分、ポケモンのゾーダとかを設置するんじゃないかなと予想してます。
果たしてどうなるやら。グラマシーパークでは6月5日から28日までの間、シネマナイトピクニックなるイベントが催されます。なんと、パークにゆかりのあるユニバーサル映画が無料で上映されるという胸熱な催しです。いやー素晴らしいですね。でも、楽しいイベントはあっという間に過ぎるもので、もう終わっちゃいます。しかも、ずっと雨予報という。このイベントは素晴らしいのですが、雨が降るとえげつないくらい体験価値が下がります。単純に濡れるし、寒いというのもそうですが、雨の反射音でスピーカーの音がかき消される問題もあります。本音、雨天は中止してほしいくらいですけどね。ジュラシックパークとかはほんとひどかったので、ぜひ来年も開催してほしいです。では、今回の動画はここまで。また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。